日本でもなかなかその制度で教える物事について言語化できていないっていうことがやはりたくさんありました。ただ日本ですとなんとなく伝わったりとか雰囲気で伝わったりすることが多かったんですが、基本的には技術者日本人からタイ人に口頭でまた見せて伝えるってことをやっていました。ただそれを伝えたものを残す時には基本的には紙に書いた標準書ですね、そういったものを使っていたので、後で見返しても内容がよくわからないとかっていうのをよくあったというふうに聞いております。タイの方ではやっぱりその言葉の微妙な違いで伝わらないっていうことを特に痛感したっていうのがありましたね。人に物事を教える時に紙では書きにくい、伝えることが難しかったりっていうことをよく感じておりました。ただそんな中で写真とか動画で残して伝えることができるっていうのは言葉に頼らず伝えることができるので、とても有効だと感じました。これは私が今まで欲しがってたものだっていうのをピンときた感じですね。新しい取り組みだったので、現場としてはやはり抵抗感があったのは事実だと思います。使ったことがない、使い勝手がわからないっていうのが主な原因だったっていうふうに感じております。ですが使っていく中で写真が後で見返せる、また動画で見返せるっていうところは現場としても有効性は理解してもらえた、有効性を理解していただけたところからは一気に進むことができたかなって感じてますね。ただ日本からのタイに来る行き来が難しくなったことによってなかなか日本から技術者が来れないという時期が続きました。タイの子たちが自分たちでメンテナンスをしていくってことをどんどん進めていきました。それを進めていく中で自分たちが過去教えてもらったものをもっと残した方がいいな、また残していたものをもっとアップデートした方がいいなというふうな気持ちが働いたように思います。เวลาผมทำงานผมก็จะดูตัวทิศมีดิสในการปฏิบัติงานโดยที่ว่าผมจะดูวิธีการขั้นตอนการทำงานจากตรงทิศมีดิสตัวนี้ซึ่งมันเป็นประโยชน์มากครับงานบางงานที่ผมจำไม่ได้ผมสามารถเอามาเปิดดูได้ในสิ่งที่ผมบันทึกลงไปซึ่งมันเป็นประโยชน์ในการที่จะส่งงานให้กับลูกค้าโดยที่ไม่มีข้อผิดพลาดพนักงานที่เข้ามาใหม่ไม่รู้วิธีการแพ็คกิ้งก็คือเราสามารถดูขั้นตอนตัวนี้แล้วเอาปฏิบัติทำในหน้างานได้เลย今までの Teach Me Biz の利用の仕方というのは日本から教えてもらった技術を残して日々のオペレーションに役立てていくというものがメインでした。これからの取り組みとしてやっていきたいのは自分たちの改善だったり取り組みを残して歴史を刻んでいくってことをやっていってもらいたいと思っています。そして自分たちが積み上げてきた歴史っていうのに対して誇りを持って、またものづくりに誇りを持って取り組んでいってもらいたいと思っています。